おはようございます。旅と鉄道のチャンネルです。今回の動画は朝5時前の阪神甲子園駅から始めたいと思います。ではとりあえず神戸三宮方面の始発から2本目5時4分発の高速神戸駅に乗りまして、そこからは特急姫路行きに連絡しておりまして、終点の姫路まで向かいたいと思います。ホームに上がりますと、上り大阪梅田方面行きの5時1分の始発電車が出発するところで、早朝のこの時間にもかかわらず結構利用者が多いなという印象を受けました。では予定通り5時4分発の電車に乗りまして、とりあえずは高速神戸へ向かいます。さて今回なぜこんなに朝早く家を出たのかと言いますと、実は青春18切符が2回分残っておりまして、どこに行こうかと考えた結果、いつ廃線になってもおかしくないような中国地方のローカル線を今のうちに乗っておこうと思いまして、紀信線の津山から新見間、さらに新見から芸備線に乗りまして備後落合まで、そこからはスイッチバックのある路線木槻線に乗り換えまして、木槻を通り過ぎて新地まで。新地のあたりにはホテルが少なくて予約ができなかったので、さらに山陰本線を乗り換えて松江まで行くという工程を立ててみました。では5時39分高速神戸に到着で、迎えの特急姫路行きは5時40分にこの駅を出発する便で、車両は阪神電車の9300系という車両を使っておりますが、阪神電車の路線を一切走らず、神戸高速鉄道から山陽電鉄に入って完結する列車となっております。神戸高速鉄道は全国でも珍しい車両を持たない線路と駅だけの鉄道会社、こういったのを第三種鉄道事業者というそうですが、この鉄道会社には阪神電鉄のほか、今見えております阪急電鉄と山陽電鉄、それから神戸電鉄という4つの会社が乗り入れております。少し話がそれてしまいましたが、紀信線、芸備線、木槻線を1日で全て乗ろうと思いますと、姫路駅に6時55分発の紀信線の列車に間に合わないと不可能ということが分かりまして、そのためには JR を利用しますと間に合う列車がございませんので、青春18切符では乗れない私鉄を利用しているわけでございます。では甲子園から1時間半ほど6時38分山陽姫路駅に到着です。ほぼ隣接している JR の姫路駅までは2分もあれば十分着きまして、十数分間が空きますので、駅そばやホーム1階にある吉野家の牛丼など食べれないこともないですが、ここはコンビニで済ました方が無難かと思います。では帝国通り6時55分紀信線播磨新宮行き普通電車の出発です。朝7時頃、この紀信線にもラッシュアワーは存在しておりまして、上りの姫路行きの列車にはたくさんのお客さんが乗っておりまして、超満員といった様相を呈しておりました。紀信線は単線非電化の路線ですが、このラッシュの時間帯は各駅ごとに対比線があるんですけれども、そこで交換すれ違いが行われます。走行中のこの列車も混み合っておりまして、この後約11時間移動が続くわけですが、未だに座席を確保できて
おりませんで、先行き不安な出だしとなっております。さて、姫路から4つ目の停車駅、本辰野駅に到着です。この辰野市はひらがなで書きますが、その昔は難しい方の龍の字を使って辰野と表記しておりました。ややこしいことに駅の名前は簡単な方の龍の字を使って本辰野となっております。さらにややこしいのが、この本辰野から5キロぐらい離れた山陽本線の沿線に辰野駅がありまして、平成の大合併と言われる市町村の統合前までは、この駅のあるところは揖保郡揖保川町という自治体に属しておりました。その後市町村の合併後は同じ辰野市内ということに現在はなっております。ちょうど神奈川県の小田急沿線、厚木市の本厚木駅と海老名市の厚木駅の関係に似ているかと思います。さて、辰野市の本辰野駅周辺には、そうめんで有名な揖保の糸の工場や醤油の東丸の工場などもあり、あと昔ながらの宿場町の町並みも残っております。鉄道好きな方なら昭和レトロ館というところが面白いかと思いますので、ぜひ皆さんも辰野の町訪れてみてはいかがでしょうか。さて、列車は進みまして、本辰野から2駅目が播磨新宮、この列車の終点駅ですね。ここからさらに佐用行きの各駅停車に乗り換えまして、時間は7時45分発、佐用には8時17分に到着する便になります。チャンネル登録よろしく。短い区間の運用で30分ほどで佐用に到着。ここでは約15分ほどの待ち合わせ。左に見えておりますのが智頭急行線の車両となっておりまして、この智頭急行は山陽と山陰を最速で結ぶ特急電車スーパーはくとやスーパー稲葉を運用している鉄道会社となります。この智頭急行についてはまた別の動画を作る予定でございますので、次回以降お楽しみに。ということで、8時32分に佐用駅を出発する津山駅に乗車です。今まで乗ってきた車両はキハ127系でしたが、ここからはキハ120系になりまして、左の線路を進んでいきます。右の方が智頭急行の線路で、こちらの方は高架路線へと変わっていくようです。では、お隣の上月駅に到着。姫路から続く127系はこの駅まで運転する場合がございまして、この駅で乗り換えが発生するパターンもございます。というのは、この駅は兵庫県で最後の駅で、次の今坂土井駅からは岡山県になるんですが、まずこの駅には交換設備があるというのと、あとは JR 西日本管内においての車両の運転区の担当が変わるということで、これまでは姫路運転区、この先は津山運転区が担当するということでございます。ちょっと古い駅舎がそのまま残されているのが特徴的なこの路線ですが、ほとんど山間部を走りますけども、のどかな風景が楽しめます。西勝俣駅付近で振り向きますと、このような看板がありましたが、どんな風な人がどのような裁きに遭うのかは明示されておりませんでした。右の方から線路が合流してきますと、まもなく東津山駅になります。合流した線路は因美線と言いまして、津山から先ほどの智頭急行の智頭駅を経由しまして鳥取に向かう路線となります。
東津山駅を出発しまして、大きな川吉川の鉄橋を渡りますと、まもなくこの列車の終点駅津山に到着です。時刻の方は9時31分。紀新線の起点駅姫路からは2時間半、自宅のある甲子園からは4時間半、すでに時間が経過しておりますが、本来乗りたかった路線というのはここから始まりということになります。ここ岡山県津山市は古くから鉄道あるいは交通の要衝として栄えてきた町で、津山市の人口としては9万6千人、駅の利用者は降りる人を含まない乗車人員だけでおよそ1900人となっております。これは2019年のデータに基づいております。路線の方は紀新線の他に岡山までを結ぶ津山線と先ほどの因美線、合わせて3路線が乗り入れている駅となります。進行方向遠くには JR 西日本津山運転区がありまして、その向こう側にありますのが津山学びの鉄道館になります。ここは京都にある鉄道博物館に比べますとかなり小規模な施設となっておりますが、合わせて13両のディーゼルカー、ディーゼル機関車、あと SL が展示されておりまして、こういった非電化路線の車両が好きな方は楽しめるのではないでしょうか。ただし駅からは直線的に行ける道がなく回り込まないといけないので、歩く場合片道15分ほどかかると考えていた方がいいと思います。列車の待ち合わせが1時間半とか、食事をとって2時間ぐらいある場合はおすすめの施設となっております。さて、紀新線は姫路の姫という字に新見の新という字を合わせて紀新と言いますが、この津山から新見の間は実は初めて乗る路線になっておりまして、間に13駅ございます。そのうちの中国勝山という駅が大きな駅で、1日12本出発する便のうち6本が中国勝山止まりとなっておりますので、新見まで直接行ける列車は1日6本ということになります。のどかな山間部を進んで、こちらは津山から5駅目の美作落合駅、さらに2駅進みますと久世駅、こちらでは数少ない列車のすれ違いが行われます。やってきたのは同じくキハ120系、列車が1両で運行することを単行と言いますが、こういったローカル線に向けて車両のどちら側にも運転台を設けた両運転台の車両となります。見えてる川は岡山県の中央部を流れます旭川の上流となっておりまして、この川と合流しますと間もなく中国勝山に到着です。お昼前11時50分に新見駅へ到着した後、次の列車までは1時間ちょっとありますので、近くの喫茶店でお昼ご飯をいただきまして、駅前の江西の広場を見学しているところです。馬に乗っているのが雄星で、彼が死んだ後、その形見分けをしてもらいたいという直訴状のような手紙を書いているのが玉垣という女性になります。その後どうなったのかここには書いていないので、
分かりませんが、気になる方はご自身でネットで調べていただければと思います。では13時2分、またしてもキハ120系になりますが、芸備線ビンゴ落合行きに乗車です。青春18切符のシーズンは予想を上回る乗客が乗ってくる場合がありますので、なるべく早めに列車に乗り込むようにするのがおすすめではございますが、15分ほど前に行きますと、もうすでにボックス席には座れず、ロングシートに腰掛けさせていただきました。見えてる川は岡山県西部を流れる高橋川の上流で、今まで乗ってきた紀信線よりも峡谷の谷が深いイメージがございます。こちらは内名という駅で、沖縄県を彷彿とさせますが、名前の由来は全く分かりません。では12駅約1時間20分ほどで終点のビンゴ落合に到着です。ここからは木月線に乗り換えますが、ちょっと動画が長くなりそうなので、その模様は次回以降にお届けしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。